はいどうも皆さんこんにちは。スターディの方のゲントです。大学入試の実況プレイやっていこうと思います。今回はですね、慶応2020年の法学部の英語の問題ですね、やっていこうと思います。慶応大学、もうね、イメージとしてはもうキラキラですよね。もうなんか、東大は別にディスるわけじゃないんですけど、慶応はキラキラしてるなーっていうね、印象はあるんですけど、ただキラキラしてるだけじゃないですよね。慶応といえばね、私立の中でも本当にトップクラスの難関校ということで、問題もかなり難しい。で、特にね、英語、その慶応法学部の英語はね、国立とか全部含めてもかなり難しい部類に入るというね、話を聞くので、今回ね、楽しんでやっていこうかなと思います。はい、それでは実況をプレイしていきます。Study the following description 1 to 5。1から5で、now select which descriptions matches each of the following pairs of words 1 to 10 and mark the appropriate number on your answer sheet。要は、そうか、1から5を読んで、1から10に、それぞれ何かなって当てはめていけばいいのかな。で、2つ単語があって、この these two words で始まってるもんね。だからそれぞれ、この2つの単語がどういうことかってことだよね。てかあれだね、これ study the following descriptions 1 to 5って study なんですね。なんか普通 read な気がするけどね、read。要は読むだけじゃダメだぞってことな気がしますね。形容さすがというか。These two words, though spell the same. なるほどね。spell the same and pronounce the same、can have distinctly different meanings. だからあれか、スペルが同じ、プロナウンスがどう、ここに spell the same, pronounce differently で different meanings。だから意味、発音、スペル、綴りで分けてくださいなってことか。そうだよね。だからそれぞれこれが綴り、発音、意味がどうかってことをそれぞれやっていけばいいっていう、完全にもう単語ですね。単語力だな。単語はね、もうやったもん勝ちだからね、実際のところ。The same meaning. In other words, in this case, the same word is simply written twice. そういうことね。だから、全く同じだから2回書かれてるだけってことか。なるほど。で、カッコ1、close。カッコ1はあれだね。close と close 2つあるもんね。近いと閉じるだね。そう、Z これちょんって書いちゃう癖があるんですよね。あれ、ちょっと数学のあれだけど、普通英作文で書かないよね。で、まずそもそも同じって時点で spell the same。だから spell the same の時点で1、2、5に絞れるのか。1、2、5。だから、もうこれで3択と2択にね、瞬別できると。これ3分の1だね。期待値この時点で。で、pronounce differently だね。だから2に決まるのか。これは2か。いいよ、サクサクと。power。これスペルが違う時点で、3か4の2択。もう期待値2分の1で、これ power で、力、権力、power だよね。これ。だから、pronounce differently。じゃあセーフだね。だから4。いいですね、この調子。次が、wound が、傷つくね。で、これあれですよね。どこの単語帳でも載ってる wind の過去形ってやつだよね。だから、スペルが同じで、発音が違う。だから2か。2番ですね。2番。いいよ、サクサクいってるよ。で、カッコ4が、career と carrier かな。career こっちか。career か。どっちにしろね、多分違うんですよね。pronounce differently。てかスペルがまず違うくて、だから3、4でこれか。4番か。どっちも career。キャリアってね、career だと思うんですけどね。severe はさすがに一つじゃないかな。spell the same で、だから2回書いただけな気がするけどね。これだからあれだね、5番を選ぶのってかなり勇気いるね。なんか本当にこの俺の勉強不足、本当は多義的な意味あるんだぜって言われたら、そうなんすかってなっちゃうもんね。カッコ6 peer 仲間だね。で、これはなんだ、少なくとも spell differently だから、3か4かだと思うんだけど、これ見たことないな、peer。
僕あれなんですよね、単語帳シスタン使ってたんですけど、ぶっちゃけそれでね困ったことないんですよね。困ったことない。ここはねもう peer だから発音が一緒かどうかだけ分かればいいんだよね。spelled は違うわけだから pronounce がどうかってことなんだけど、peer まあこれ peer 以外読めないよな。peer P-I-E-R と peer 以外で読むことあるかないよな多分。ここら辺はもうねたくさんいかに正しい発音ストックがあるかどうかで感覚って身につきますからね。だから pronounce はセームだと思うんだけどね。P-I-E-R で peer 以外読めないもんな。かっこ7 seal シールシールか。シールはシールってことだよね。シール。なるほど。これむずいぞ。spell the same だから125の3択なんだけど、さすがに pronounce seal セールとも読まないもんな。多分発音は一緒なのよ。pronounce は different じゃないから1か5だと思うんだけど、この seal に多義的な意味があるかどうかっていうところなんですよね。1か5なんだよね。1か5。これ割とペンディングだなって気はするんだけど、シールってまあだからシールってことじゃん。貼るってことでシールドとも違うし、なんだろうね。でもこういう時は割と、僕の勘なんですけど、5番っていうものがこういうなんていうの、ただ2つ並べただけですよっていうものをこんなたくさん出すかっていうところがわからないけど、まあ過去8過去9過去10の答えを見てって感じかな。あと1番っていうのが今んとこないから1番の方が濃厚ってだけだけど、まあ一旦ペンディングで多分ねないと思うんだけどね。過去8 due これ due はねこっちまず、スペル違うから34で、pronounce だけ確認すればいいんだけど、これは due は確定じゃん。due to なんとかこっちも due 以外読めないでしょ。これを due 以外発音させることは考えられないから pronounce the same かな。3かな。発音って大事だよね、なんだかんだ。てかリスニングで大事。過去9はもう定番ですね。mine は、undermine っていうのは弱らせるってやつだよね。mine だから掘るってことね。だから掘ると私のってことで2つ意味がある。spell the same and pronounce the same and have different meanings か。1だね。まあね、こういうことか。でもこういう形式の問題ってもうさ、wounds と wound とか mine とかもそうだけど、そんなにね出せない気がするから、毎年出すみたいな感じじゃないね。多分2020年限定なのかな。フェイント。これもなんか無意識のうちにフェイントって読みたくなるけどね。まず spell differently だから3、4の2択で、発音一緒っぽいけどな。意味はフェイントだよね。フェイント。サッカーのフェイントとか。で、こっちのフェイントはカスかなとか、あと気絶するか。まあ意味が違うのはわかるけど、発音、なんか発音でなんか微妙な違いあるじゃないですか。おうとおうとかね。フェイント。これはさすがに同じじゃないかな。フィントになることもないしな。pronounced、だから、same かな。ということで、まあ1から10埋めたけど、このカッコなのね、ペンディング1か5っていうところを戻ると、1がここにあって5がここにあるわけだから、一概に言えないな、これね。まあ2択だね、完全に。とすると、あれセールってオットセイっていうか、まあなんかそういうあれもあった気がするぞ。シール、あれセオってそれだったっけ。スペルなんだっけ。なんかそういうなんかあれですよね。小学校の時にアメリカの小学生とか幼稚園生が習う単語みたいな、オットセイとか、それって意外とね大学受験で学ばないからね。確かそんな意味があるっていうことで、もしかして5だったり、5じゃ1か、1だったりするのかな。っていうかまあ、迷ったら僕1にするつもりだったんですけど、その理由としては、5ってだからその他感がすごいっていう
ただ2つ並べただけってその他感あるから、その他をそんなに多用してくれるとは思えないから、どっちかっていうと1の方がいいかなっていうふうに思ったのは、まあなんとなくね、合ってるかどうかわかんないけど、こんな感じかな。はい。じゃあこれでファイナルアンサーでということで、回答をね確認していきたいんですけど、はい、スターディのねステッカーですよ。可愛いですよね。慶応法学部英語2020回答。はい、回答が24245で31313。お、31313。はい。無事全問正解でした。イエーイ。ということで、慶応法の英語の実況プレイやったわけなんですけど、問題形式が新しいですね。新しい単語力の問い方って感じしましたね。この慶応法の問題、なんなら英語長文がね、かなり難しいとも聞いてるので、ぜひそっちもね、どっかの機会で挑戦できたらなと思います。他にもですね、この入試実況プレイしてほしいよっていうのがありましたら、ぜひコメント欄、あと Twitter やインスタの DM とかに送ってもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。